皆さんこんにちは、ランタムです。こちらはね、僕の愛用しているフリードスパイクで、連休もね、バタバタはしてるんですけども、休みの合間を縫ってね、こんな感じで冷蔵庫が置けるようにね、台を作ってみました。で、これをすることによってね、だいぶ車内が広くなったんで、かなりね、また快適に車中泊が楽しめる状態にはなったんですけども、バタバタしたらね、なんともう5月2日で連休中日ぐらいなんですよね。で、最近僕はね、自分のじゃない車でばっかり車中泊の旅してたんですけども、やっぱりね、我が家が一番なんで、今回はね、この旅仕様に改造したフリードスパイクくんでね、連休中日の人がめちゃめちゃ多い時期ではあるんですけども、車中泊旅の方に出かけてみたいと思います。で、今回ね、行く場所なんですけども、僕実は目星をつけてまして、というのが、岡山だ鳥取だ島根の方はちょこちょこ行ってたんですけども、広島、山口とか島根のね、北側の方なんかはね、全然行ってなかったりしたんで、今回は岡山を離れて、山口まで行って、島根に抜けるようなね、ルートを通って旅をしてみたいと思います。で、予算なんですけども、旅なんであまりケチケチ旅にはしたくはないんですけども、あまりたくさん使わなくてもね、旅は十分楽しめると思うんで、今回の予算はね、ゴールデンウィーク特別企画として2万円でね、旅をしていきたいと思います。はい。ちなみにね、こちらの2万円の中には、一応ガソリン代も入れようとは思うんですけども、最近ね、ガソリンめちゃめちゃ値上がりしててから、僕もね、いっぺんを満タンにしないと、おかみに帰ってこれないっていうのは、計算で大体分かってるんで、ちょっとね、ガソリン代が厳しいようであれば、今回はガソリン代をね、抜いて旅をさせてもらうような格好にしたいと思います。はい。で、今回の装備なんですけども、簡単に説明しますと、ここに冷蔵庫あるんですけども、冷蔵庫の中にはね、とりあえず家にあった野菜とか、コーラとか、調味料とか、ちょっとね、積んできてます。この辺いちいち買ったら高いんでね。で、電源は、今、ジャグリの線を積んでて、さらに、こちらにはね、E エノールでいいのかなの EB150 を積んでるんですけども、この分の充電に関しては、今回はこんな感じでね、ソーラーパネルを取り付けました。これはね、7万円の K の分の流用ですね。配線はちょっとね、雑でこんな感じなんですけども、こちらが 150W のパネルなんで、移動中にはね、80W とか 90W ぐらいで発電してくれるパネルではあるんで、これだけでね、冷蔵庫と照明は賄えるんじゃないかと思います。はい。で、ここにはね、カースロープを積んだりとか、充電器類であったりとか、あと、いつもの調理道具とかですね。で、最後の装備としてね、布団積んでいきましょう。OK。これで完成ですね。ということでね、準備もできたんで、早速旅の方にね、出かけたいと思います。よーし。行きましょう。はい。ということで、2号線バイパスを今走行してるんですけども、かなり空いてますね。この道ね、平日のこの時間はもう、こんなものじゃなくてからすごい大渋滞してるんで、めちゃめちゃ空いてます。で、今回の旅はね、せっかくなんで、移動はね、やっぱし一般道をね、たくさん通っていこうと思います。で、この辺はね、もう走り慣れた道なんで、とりあえずね、安全運転でドライブしながら、西をね、目指して移動したいと思います。あ、ちなみにね、燃料は満タンにしてきたんですけども、満タン状態でね、あと730キロぐらい走れるらしいです。ですね、山口県まではね、無給で行ってくれそうですね。これはね、かなり燃費がいいです。ただしね、この車、満タンにしたらね、8000円ぐらいかかるはずなんで、できればね、4000円分ぐらいの給で終わればね、予算2万円でバッチリ帰ってくることができそうな感じではあります。はい。とりあえずね、安全運転で行きましょう。はい。とりあえずね、ちょっと朝ね、バタバタして家を出てから、朝ごはんともね、食べてないんで、ちょっとオンコースから外れてね、食料品をね、ちょっと買いに行きたいと思います。駐車場がね、全く空いてませんね、これ。よし、到着。よし、ということでね、二軒商店さんやってきたんで、ちょっとね、お買い物楽しんでいきたいと思います。とりあえず前回来た時はね、買いすぎて大変だったんで、今回はね、買いすぎないようにしたいと思います。あれ、これがあったらね、カルピス飲み放題ですね。
カルピス15杯分で198円だから、1カルピスあたりね、15円ぐらい飲みますね。これいいかもしれん。今回ね、カルピス買っていきましょう。これいいですね。すごくいいのがあった。よし。ということで、ね、ちょっと買い物行ってきます。OK。はい。3点ほど買ってきました。625円でした。めちゃめちゃ人が多くてからね、レンジ並ぶだけで10分ぐらいかかりました。はい。でもね、いいもの買えたんで、一旦ね、車に戻りましょう。どこ行かれる？今からね、西の方に向かっていこうかなと思って。数日間かけて。ありがとうございます。どうぞよかったら。車話してもらいます。ありがとうございます。はい、車に戻ってきたらね、声かけられました。視聴さんでした。やっぱね、嬉しいですね、視聴さんに声かけてもらえるのって。よし。はい、ということで買ってきたのが、カルピスの原液200円に天むすですね。これね、大きいのが2個入ってから180円です。で、あと僕ね、ナスが好きなんで、ナスのね、肉詰めフライ買ってきました。198円です。で、この3点合わせて625円でした。めちゃくちゃね、いいの買いました。はい。で、こちらをね、いただこうと思うんですけども、今、現在時刻がね、もうね、11時半ぐらいになっててから、どっかでね、移動してゆっくりご飯を食べるっていう風なことができそうにないんで、もうね、ちょっと車内でね、簡単にパパッといただきたいと思います。はい。ということでね、いただきます。美味しそう。果たしてお味は？美味しい。相変わらずご飯は柔らかいですけども、美味しいです。お次はね、ナスの肉詰めフライいただきましょう。果たしてお味は？こちらもね、めちゃくちゃ美味しいです。肉っていうか、すり身みたいなものが入ってますね。何肉なんだろう。でもね、美味しいです。ソースなしでいけます。よし、じゃあ、あとはね、もう時間もないんで、パパッといただきたいと思います。はい、ということでね、半分ずつ食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。で、残った分はね、これはもう冷蔵庫に入れてから、保存しておいて、またね、違うタイミングで食べたいと思います。OK。で、西に向かって移動を続けるんですけども、次はね、観光をしたいと思います。で、目指す観光地は福山市の方にあるんですけども、こちらがね、福山自動車時計博物館っていう場所で、なんかね、相当面白そうな場所ではあるんで、今からね、こちらの方に向かって移動したいと思います。ちなみにね、1時間ぐらいで着けるそうです。はい。よし、じゃあね、出発です。なんかね、この先、渋滞してるらしいんで、Google マップがね、もうこっち通れ、こっち通れっていう風に言ってくるんで、大好きなね、Google マップの言うことを聞いて、目的地をね、目指したいと思います。かなり空いてます。はい、ということでね、2号線に戻ってきました。もうね、ここからはね、渋滞区間抜けてるみたいです。で、目的地まではね、あと10キロぐらいなんで、もうね、のんびり行きたいと思います。あ、ちなみにね、もう知らない間にね、広島県福山市の方に今入ってました。久しぶりのね、広島ですね。で、今ね、エアコンを全くつけずに走行してるんですけども、なんかね、燃費が相当いいような感じは出てます。どうやらね、満タン状態で800キロ走れるとか言ってます。これでね、岡山から東京まで行ける距離ですね。すごい。でもね、どのみち山口県にはね、無給油で行って帰ることはできないと思うんですけども、これでもね、かなり今燃費が伸びてます。はい、ということでね、福山市の中心部の方までね、やってきました。目的地はね、そろそろです。ありました、こちらですね。で、駐車場がね、こちらなんで、こちら止めさせてもらいましょう。止めれそうですね。よかった。はい、到着。よいしょ。いきなりだけど、すっごいバスが来ましたね。うわ実動してるんですね。びっくりです。はい、ということで、こちらがね、福山自動車時計博物館さんですね。僕はね、いっぺん来てみたかった場所です。すごい施設ですね、これ。自動券売機ですね。はい、ということで、ちょっとね、回ってみましょう。時計のね、歴史がわかるらしいんで、まずね、江戸時代の和時計見ていきましょう。動いてるんだ。江戸時代のね、和時計なんですけども、これ動いてます。すごー。よし、じゃあね、こちら行ってみましょう。おー、
これね、なんとなくわかります。だってね、そのタンバリンもね、太鼓も動かしてくれるんです。あ、ありがとうございます。うわこれはね、昔の自動演奏ピアノみたいな風なんですけど、まだね、実動するのがすごいびっくりです。エルビスにジェームズ・ディーンですね。うわー、すごいなこりゃ。これ進行感いいですね。乗っていいそうなんで、ちょっと乗らせてもらいましょう。すっごー楽しい。これすごいな。嬉しいのがね、がっつり時代で分けてないから、どこ見てもね、見どころがありますね。わかりますよ。ヘンリー・フォード、ペリー、それから阿部正弘。すごいですね。あ、これね、T 型フォードのスピードスターってやつですね。へえ。触ってもいいらしいんでね、あれなんですけど、すごい。かっこいい。シートがね、ちょうど小さいです。乗れました。バイクもありますね。トライアンフ。陸王はインディアンかな。これインディアンはね、乗っちゃダメみたいですね。初めての外車。うわー、なんだろう、乗りやすそう。昔のトライアンフかっこいいですね。ブンブン。陸王があります。本物だこれ。多分これもね、またがっていいんでしょう。またがらしてもらいましょう、陸王。こんな機会めったにないんでね。楽。すっごい楽。すごいな。スピードメーターでいいのかなに、燃料系かなこれは。で、ギアはね、これでチェンジするのかな。まずニュートラルで、1速、2速、3速。で、一番向こうはね、バックらしいです。バック機能がついてるのすごいですね。広島のタクシーらしいです。当時はね、こういった車が走ったみたいですね。馬車もありますね。ミニカ360で、マツダ360で、スバル360。うわー、すごいな。 360cc 勢ぞろいじゃないですか。あれも空いてるけども、これも空いてるんですね。これちょっと乗らせてもらいましょうかね。お邪魔します。すっごい狭いです。うわー、こんな感じなんだ。うわー、すごい。かわいいですね。乗り降りはね、しづらいですけども、すごい楽しい車です。で、なんかね、まだ向こうもあるんですよね。広いな。うわー、いたずらしそうな顔してますね。これなんか見たことあるな。電源入れたらね、これ動いたり喋ったりするんじゃなかったでしたっけ。何でしたかね。で、こっちにね、なんかコンロがあるんですけど、これちょっと見ときましょう。これね、やっぱりそうだ。うわー、嘘。僕が探してる分です、これ。灯油コンロって言われる分です、これ全部。今はね、ガスが主流なんですけども、昔はね、灯油を入れてやる、石油かな。石油を入れてね、やってた分でから、この分でね、料理してたんですけども、もう今ね、手に入らないんですね、これ。なるほど。この分にね、石油とか灯油を入れて、蓋をして、で、ここにセットして、使ってたみたいです。うわ、これ欲しい。この辺の分はね、アウトドアなんかで使ったら、一酸化炭素中毒は気をつけないといけないけども、テントの中とかでね、使ったら、暖も取りながらね、調理もできるんで、すごくね、いい分なんですけども、残念ながら最近はないです。これね、当時のね、この石油コンロのレビューですね。どれがいいのかとか、いろいろ書いてあるんですけども、一酸化炭素を発生するコンロがあります。コロナとさくらです。らしいんでね、皆さん石油ストーブを買われる際はね、コロナとさくらに気をつけてください。はい。すごいな。よーし、楽しかったです。わー、来たかいがあった、こりゃ。よーし。ありがとうございます。来たかいありました。僕のね、興味があるものばっかりだったのでね、想像以上に楽しかったです。
でちなみにね、こちらの方は、表とか、こちらの方にもね、たくさん車が並んでるんですけども、そちらの方はね、セカンドチャンネルの方でちょっとアップしようと思いますんで、皆様よかったらね、そちらの方も見てってください。風がすごい。よし。はい、ということでね、たくさん見て楽しんだんで、もうそろそろね、移動しようと思うんですけども、現在の時刻はね、もう2時45分なんですよね。だからね、約2時間ぐらいね、こちらで楽しませてもらうような格好になります。ちょっとね、堪能しすぎました。はい。で、僕はね、山口の方に向かって移動してるんですけども、今ね、3時前の時点で、今日の工程の3分の1ぐらいしか走行できたんですよね。ですんで、あとね、3分の2走らないといけないんで、とりあえずね、今日の宿泊予定地をね、目指しながら、西に向かって移動したいと思います。行きましょう。よし。出発です。海この辺はね、尾道の海ですね。前回ね、キャンピングカーを見に行くときに通った道ですね、ここは。はい、バイパスのおかげでね、だいぶショートカットできました。よかったです。はい。でね、今3時40分ぐらいなんですけども、このタイミングでね、お腹が空いてきました。それおにぎりね、1個とかしか食べてないんで、さすがにお腹も空きますね。で、どうしようかな。どっかになんかつまめるものがあったらね、いただきたいんですけども、あるかな。はい、なんかね、道の駅があったんで、寄ってみます。よいしょ。はい、道の駅竹原さんですね。おー、なんかあるな。フランクフルト、コロッケ、ハッシュドポテト。ただいま留守にしております。あらま。おお。残念なことにね、竹原バーガーっていうね、めちゃくちゃ美味しそうなバーガーあったんですけども、半額で売られてたんですよね。で、あっと思ったら、目の前でね、取られました。残念です。仕方がないですね。喉乾いたんで、コーラ新しいもの出します。よいしょ。ナスのね、肉詰めフライ食べて、あとね、コーラ飲みましょう。仕方がないですね。今日はちょっとついてなかった。とりあえずね、ちょっとこれ食べましょう。よし。じゃあね、半額の神様に見放されましたけども、元気を出してね、先に進みましょう。よいしょ。ちょっと待って。はい、ちょっとね、面白そうなお店があったんで、今 U ターンしました。それでね、こちらのお店ですね。よし、行ってみましょう。こちらはね、秋津特産のじゃがいも専門店さんらしいです。じゃがいも専門店さんってね、初めて見ました。へえ、面白い。見させていただきましょう。赤丸じゃがいも箱5キロは全て完売しました。人気のじゃがいもらしいですね、これ。因島で作られた安政缶っていうのかな。162円で売られてますね。これ安いな。こんなに大きい分ですよ。どうしよう、なんか1個欲しいな、これ。すごいのもある。赤じゃがソフトクリームとかコロッケに赤丸ドッグっていうのがありますね。ドッグ土日限定らしいんですけど、今日はやってらんのか。残念、月曜日でした。あるんです。じゃあ赤丸ドッグ1つと赤丸コロッケ1つもらえますか。大丈夫です。はい。こちらがドッグですね。388円ですね。はい。お返しです。はい、すいません。もう少々お待ちください。赤丸ドッグね、祝日なんでありました。やったー。ちなみにね、388円でした。食べ過ぎかもしれん。丸赤ドッグでした。赤丸じゃなくて丸赤です。くださいね。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。熱々の出来たていただきました。やったー。よし。オッケー。いいのがね、手に入りました。合計でね、388円でした。よし、じゃあね、早速いただいてみましょう。いただきます。まずはね、熱々コロッケから。おいしい。すごいおいしい。お芋がなんか独特の味しますね。
うん。で、こちらね、丸赤ドッグっていう部ですね。いただきましょう。こちらね、熱々じゃないです。あー、なんだろうこれ。これもめちゃくちゃ美味しい。ポテトの周りにね、なんかマシュマロを薄くカットしたようなものを入れてるような感じの風味があります。美味しい。これはね、近く来られた方はね、ぜひ買って食べてほしい味ですね。美味しい、本当に。はい、ということでね、コロッケもね、丸赤ドッグも完食です。ごちそうさまでした。プラッとね、立ち寄って正解でした。美味しかったです。よし。ということでね、もう元気も出たんで、先を急ぎましょう。よっしゃ。はい、丸赤じゃがいもさん、美味しかったです。よし。よし。ということでね、お腹も落ち着いたんで、先を急ぎましょう。フレア市。はい、ということでね、だいぶ目的地の方に近づいてきたんですけども、ちょっとね、この辺ですごくね、面白いものがあるんで、そちらをね、見に行ってみたいと思います。よいしょ。はい。よし。ちょうど5時です。これですね。これなんですけども、これね、実はね、コンクリートでできた船なんですよね。で、これはね、どうやらね、戦時中に鉄が少なくなったから、コンクリートで船を作ろうってことでね、作った船で、製造後何年間か使用されたけども、老朽化してきたから、ここに防波堤代わりにね、2台置いてる船、とのことです。すごいですよね。で、この分はね、存在はしてたんですけども、僕、初めて見てきたんですけど、想像以上にすごいです。相当でかいです。普通のね、フェリーぐらいの長さがあります。こんな感じです。もうね、ここからは入れないんで、ダメなんですけども。すいません。こんにちは。すいません。実はコンクリートの船珍しくて、見に来させてもらったんですけども、近くまで行かしてもらうのってダメですかね、やっぱし。一番向こうから。わかりました。こっちの方からだったらね、入ってもいいよっていう風に言われたんで、ちょっとね、中見させてもらいます。やりました。これすごい、本当にね、コンクリートでできてます。で、これがね、海に浮いてたらしいんですけども、本当なのかな？すごいな。うわー。ここまでね、水が上がってくるのかな？これ満潮時はもしかしたらこの辺は水の中かもしれませんね。今土干潮だからここまで出てるみたいです。うわー、すごい。廃墟マニアの人たちなんかね、多分これ大興奮かもしれません。はい、こちらね、船首部分です。本当にね、船の加工をしてます。窓ですね。一応ね、鉄筋が乗せてるから鉄筋コンクリートでできた船みたいですね。はい、見れてね、よかったです。ここまで来た甲斐がありました。すっごい嬉しいです。これね、もうね、かれこれ5年くらい前からね、見に行きたかったんで、すごい良かったです。すいません、どうもありがとうございました。いいもの見させてもらいました。すいません、どうも。OK。はい、ということでね、たくさんね、いろいろ見て回って、長距離運転もして疲れたんで、次はね、お風呂に行きましょう。で、お風呂なんですけども、現在地から約20キロぐらい先にね、昭和温泉ゆらりさんっていうお風呂屋さんがあるんで、もうね、今からそちらの方に行って、ちょっとね、ゆっくりのんびりね、お風呂の方に浸からさせていただきたいと思います。よし、行きましょう。約30分の道のりです。はい、こちらですね、ゆらりさんです。到着ですけども、いっぱい ?OK。はい、ということでね、6時16分到着です。よし。じゃあね、行きましょう。よいしょ。よし。ミニミニお風呂セットでね、持っていきましょう。こちらはね、昭和レトロな感じのお風呂屋さんです。ちょっとね、面白いところです。よし。撮影 OK だったらね、いいんですけどね。とりあえずね、行ってみます。お風呂セットはね、シャンプーやボディーソープやコンディショナーないらしいです。でも110円であるんだ。これかわいい。100円。行ってきます。はい、ということでね、お風呂上がってきました。めちゃめちゃ気持ちよかったです。露天風呂もね、3種類ぐらいあったから気持ちよかったです。で、こちらね、今撮影許可いただけたんですけども、こんな感じでね、昭和レトロな感じのね、お風呂屋さんですごいモダンな感じがするんでね、ちょっとね、見させてもらいましょう。駄菓子屋さんみたいなところにね、洗剤セットがね、売られてますね。ちなみにね、中は、シャンプーもリンスもボディーソープもないんで、
もちろんタオルもないんでね、必要な方はね、絶対持ってこないといけないんですけども、中でね、こんな感じで売られてるみたいです。ああ、これあったんだ。しかもね、値段はなんか、そこまで高くなくて、リーズナブルです。タバコ屋さんみたいな看板があるなと思ったらね、喫煙エリアでした。1回300円でね、13分揉んでくれるそうです。一応ね、揉んでもらいましょう。揉み音です。気持ちよかった。あとね、ここでご飯食べれるみたいですね。これ美味しそうなのたくさんある。あ、でも、もうラストオーダー過ぎてますね。ダメでした。残念。で、リラックスルームあるみたいなんですけども、休まれてる方がいるんでね、こちらね、入らないことにします。さっぱりしました。リフレッシュ。軽量でした。ですね、結局ね、お風呂とマッサージで合計1000円使ったという価格ですね。よし。はい、ということでね、ゆっくりできたんで、今からね、もう今日の宿泊場所の方に移動しようと思うんですけれども、その前にね、夕食の食材を買ってないんで、スーパーさんによって、それから今日の宿泊予定地のね、展望台の方に向かいたいと思います。行きましょう。入り口はどこかな？よし。はい、ということでね、到着です。富士山さんですね。OK。はい、ということでね、行きましょう。富士山阿賀店さんですね。ちょっとね、初めてのスーパーなんてね、ワクワクしかないんですけども、とりあえずね、パッと行って買ってきたいと思います。行ってきます。よし、しっかり購入してきました。バッチリです。ということでね、買い物も終わったんで、いよいよ今夜の宿泊予定地の方に移動しようと思うんですけども、実はこの辺にね、展望台で2つあるんですよね。で、1箇所は夜景がめちゃめちゃ綺麗な場所で、呉の街並みがすごい綺麗に見える場所らしいんですけども、駐車場が狭くてすごい傾斜してて、あとトイレはあるんですけども、あんまり清潔ではないみたいなんですよね。で、夜景が綺麗な場所ってね、夜中まで車が出入りしたりとか、人のね、出入りが結構激しい場所ではあるんで、今回はね、こちらの呉市のね、少し南の方にある高取台展望台の方にね、行ってみたいと思います。こちらはね、夜景はそこそこなんですけども、駐車場は広くて平坦で、あとね、トイレもめちゃめちゃ綺麗なところがあるんで、もうね、今回はこちらの方にさせていただきたいと思います。はい。ということでね、もう8時半ですけども、頑張ってね、行きましょう。はい、到着です。こちらトイレですね、まずあったのは。はい、ということでね、到着です。お疲れ様でした。で、ここはね、少なからず夜景が見える場所ですね。仕方がないですね。よし、じゃあね、車、この位置で大丈夫なんで、ちょっとね、車中泊できる準備にしてから、後ろにね、こもりたいと思います。準備します。はい、ということでね、車内に入ってきました。新型レイアウトで調理しようと思ったんですけども、いきなりね、机を忘れてきてるんで、もうね、今回の旅は、この箱がね、調理机になります。はい。で、もう早速晩ご飯にしようと思うんですけども、買ってきたのはこんな感じで、魚、肉、野菜、あとコーヒーとかお酒とか炭酸水ですね。はい。で、これだけでね、全部合わせて1472円でした。いろんな買い物したんでね、ちょっと高くなりました。でもね、いいもの買いました。とりあえずね、このウインナーは、どうやらね、富士山さんがね、独自で作ってるウインナーらしくてから、もうそんなものがあるの知らなかったんでね、広島工場でも作ってるんで、買わせていただきました。ということでね、もう今晩のご飯に早速しようと思うんですけども、今晩はね、ちょっと何時間か前にね、コロッケとかいろいろ食べたんで、お腹がね、またそこまで食べなくてもよくなったんで、今夜はね、これですね。この温野菜サラダと豚でから、何でしょう、レンジ蒸しみたいなのがありますよね。あんな感じの料理をもう作りたいと思います。本当はね、レンジで作るのが一番簡単なんですけども、フライパンでね、ちょっと蒸しながら調理してみたいと思います。はい。よし。蒸し焼きにしたいからね、まずは水を少々。で、いきなり野菜。ちょっとね、先に蒸し野菜作りましょう。今度ね、どっかのメーカーさんが、フライパンの不採用ホイールっていうのもね、出してくれてありがたいですね。よし。で、しばらくね、蒸します。よし、どんな感じでしょうか。おー。大丈夫大丈夫。うん。よし、そしたらね、お肉並べましょ
よし。こんな感じで、もうね、お肉全部使います。こんな感じで並べて、蓋をして、お肉に火が通ったらもう完成ですね。超簡単です。よし、どうかな。おー、いい感じですね。OK です。よし、できました。ということでね、もやしと豚肉のレンチンしたっぽいやつ、できたんでね、早速いただきたいと思います。かぼスポンジでね、いただきましょう。お皿をね、汚すのがちょっとなんかもったいないんで、アイラップかぶせましょう。僕はね、こういった使い方に抵抗が特にないんで、これでかぼスポンジ入れて、いただきます。まずはね、お野菜からいきましょう、やっぱし。どれもね、もう柔らかいです。果たしてお味は。ホクホク。めちゃめちゃ美味しいです。ブロッコリーはどの野菜もね、もう全部火が通ってます。完璧です。ということでね、大本命のお肉。めちゃめちゃ美味しいです。レンジで蒸したらね、ちょっと硬くなるんですけども、これはね、ちょうどいい出来具合です。バッチリですね。じゃあね、お酒をいただきましょう。家から持ってきた本麒麟です。もう家にある分だけはね、持ってこさせてください。数本なんで。よいしょ。よし、いただきます。こぼれたけど、美味しい。たまりません。めちゃめちゃ冷えてます。さすが冷蔵庫。やっぱしね、冷蔵庫いります。ちなみにね、今日一日太陽光発電しながら冷蔵庫を動かしてたんですけども、全然ね、バッテリー減ってませんでした。はい。やっぱしね、ソーラーパネルはすごいです。よし、ということでね、しばらくちょっと美味しくいただきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと料理はさらったんですけども、まだね、お酒もあったりするんで、ちょっとね、違う料理も作りましょう。作るのはもちろんね、ウインナーですね。で、これをね、フライパンで焼いてしまったら芸がないんで、ノンフライでね、焼きましょう。よし。4分焼きましょう。で、もうあとはね、これあと4分だけで OK です。めちゃくちゃいい匂いします。はい、完成。できました。プリップリにね、焼き上がってます。おー、美味しそう。いただきます。美味しい。中心までね、火が通ってます。たまりません。で、今ね、とりあえず4分間使ったんですけども、余熱を含めて電池の使用量はね、6% でした。だからね、まだまだソーセージとかいろんな料理ができますね。はーい。よし、じゃあね、あとはね、タブレットで見ながらね、のんびり過ごしたいと思います。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。で、現在の時刻はね、もう12時前なんですけども、気温がね、下がってめちゃめちゃ寒くなってきたんでね、もう片付けをして、窓を閉めてからね、寝れるようにね、したいと思います。はい、ということでね、お布団に入ったんで、もう休もうと思うんですけども、寝る前にね、今日使ったお金だけ見ときますと、今日使った金額はこんな感じで、合計ね、4391円使ってました。結構使いましたね。まあでも今回はね、節約旅じゃないんで、自分がね、楽しむための旅だからね、これはね、もう必要経費みたいなもんなんで、いい出費だったと思います。ということでね、1日目の旅はこんな感じだったんですけども、明日以降もね、旅はまだまだ続きますし、いろいろね、面白いスポットを用意してますんで、皆さんね、ぜひ次の動画も見ていってください。はい。ということでね、もう今日は休みます。おやすみなさい。ソーラーパネルで充電してるんですけども、62W で充電できてますね。冷蔵庫がね、最大 40W ぐらいでバリバリ充電できるとここですね。どんな冒険が待ち構えてるんでしょうか。規定の大空洞ですね、多分。なかなかレベル高いですね、この冒険は。